細かい作業だよ。PSP 線の IPS 化は過去に何度か動画にしています。PSP 線の IPS 化はハンダによるショートが一般的であり、当時の動画でも実践しました。しかし、ハンダによるショートはハードルが高く、私も基板を3枚ダメにしています。ショートしないと画面表示が通常よりも 5mm 程度上になります。ただ、実際にゲームをするとあまり気にならないという声もあります。確かに若干見切れていますが、気になりますか？以前ボツにした動画があります。導電性接着剤という銀を含み、電気を通す接着剤でハンダを使わないショートを試みました。ショートする場所に接着剤をつけてみると、的を外しました。失敗です。気を取り直してもう一度。狙ったところにつけられました。マスキングテープを剥がしてみましょう。ひどいありさまです。大失敗してこの動画はボツになりました。ハンダ以外のショートは難しいかと考えていた矢先に視聴者の方からコメントがありました。ハンダ付けは非常に狭く失敗。破損のリスクが高そうなので、エレキギター、ベースのノイズ対策で使われるギターワークス水性導電塗料を使いました。必要な量は一滴にも満たないのに 50cc、2000円をかけるのは少し迷いましたが、ハンダ付けが失敗すると2000円では済まないので、結局買いました。面相筆でちょいと乗せてやれば簡単にできました。ここで筆で塗るという大ヒントをいただき、再度チャレンジを試みます。コメントいただいたのはギターワークス水性導電性塗料 50cc、 1989円です。導電性のカーボングラファイトが含まれています。今回私は手元にあった導電性接着剤を利用しました。こちらは 0.2ml で200円程度、銀を含み電気を通す接着剤です。導電塗料も導電性接着剤も Amazon で購入できます。面相筆の代わりにダイソーにある一番細い筆を用意しました。もっと細い筆の方が塗りやすいかもしれません。分解していきます。 PSP 線の分解には電動ドライバーが便利です。この部分のネジは場所により種類が違うので間違えないようにしましょう。ショートさせる箇所は基板の種類により異なります。種類によりハンダの難易度が違うのもポイントです。今回ショートさせる場所は赤丸の場所です。導電性接着剤はシリンジに封入されています。接着剤を小皿に出しています。少量で大丈夫です。接着剤はよく混ぜました。筆の先にほんの少しつけて基板に塗ります。導電性接着剤は乾燥しないと通電しない特徴があります。今回は半日ほど乾燥させました。元通りに組み立てましょう。電源を入れてみましょう。表示が修正されました。ショート大成功です。シ
ショート前とショート済みを比較すると表示が変化しているのがわかります。ハンダ付けのハードルの高さから無理にショートしなくてもいいのではと思っていましたが、今回のように簡単にショートができるのであれば挑戦してもいいと思います。コメントで教えていただいた同電塗料でも同様にショートできるようなので、好みの方法で挑戦してはいかがでしょうか。ハンダ付けが苦手な私にとっては画期的な方法でした。やった！このチャンネル PSP イズムでは PSP の分解、修理、改造など実機に触れる動画を投稿しています。気に入っていただけましたら高評価、チャンネル登録をお願いします。ご視聴ありがとうございました。